ミルトンチャンネルです。今日は台風の影響のある大雨の中、窓用クーラーが快適に使えるか車中泊検証をしてきました。その模様がこちら。今回はこの他にも走行充電器の効率を上げる DIY も行いましたが、30分800円で充電効率が爆上がりしてめっちゃ楽しかったです。今日は前回動画で改良した窓用クーラーをバックドア半開きで使うやり方を実際の車中泊で快適に使えるか検証します。この窓用クーラーは排熱や吸気を分ける仕組みを40分500円で DIY できたので、今回車中泊で試せるのがとても楽しみです。検証に選んだのは台風が来る前の大雨の日。ご覧のように東京・新宿もかなりの大雨が降っていて、今回作ったシステムを過酷な環境で試せるのでワクワクしています。車中泊場所に向かう前にせっかく新宿に来たので、新宿都庁のプロジェクションマッピングを見に行きました。この催し、大雨で開催中止かもしれないと心配してましたが、台風並みの雨天でも問題なく観覧できました。映像のように時折激しい雨が降っていましたが、雨足が弱まる瞬間もあって、車の外でも見れる時間もありました。さすがに大雨だったので観覧している方は少なかったですが、音楽と映像のコラボレーションが見応え抜群でした。上映はほぼ毎日夕方19時半から計5回行われていて、無料で気軽に見れるので、次は雨の降ってない時にも来てみたいと思います。車中泊場所は新宿都庁から車で3分の南新宿駅の裏手に車を止めました。この辺りは少し狭い道で車も止めづらいので、夜間の駐車料金がとても安く、夕方18時半から翌朝9時までで500円打ち止めと新宿とは思えない格安の料金で駐車できました。この辺りは近くにトイレのある公園もあるので、比較的快適に車中泊できます。新宿近辺で車中泊するのは初めてなのでめちゃくちゃ楽しみです。台風が来る数日前とはいえ、外気温が26度で湿度も 90% を超えて暑いので、窓クーラーをセットします。こちらは私が先日自作した窓クーラーの仕切りボックス。これはダイソーのデスクパーテーションを改造したもので、10分程度で完成する割に比較的しっかりした作りなので結構気に入っています。映像のようにマジックテープ固定なので、取り付け取り外しも簡単です。今回はこれを取り付けることでバックドアを半開きにした状態で給排気の効率を上げて、なるべくバッテリーの電力を省エネで使いたいと思っています。これにカインズの S 字フックをつけてバックドアを固定します。これはこのまま鍵がかけられるのでかなり気に入っているんですが、この半開きの状態で車内に雨が降り込まないかも検証します。このバックドアを塞いでいるアルミマットはゴムのモールに挟んで固定しているので雨は降り込まないと思いますが、実際に雨の日に使うのは初めてなので、過酷な環境で使うのは今日がデビュー戦です。エブリーに断熱シェードや目隠しを取り付け、テーブルもセッティングします。雨や雪の日でも外に出ずにセッティングできるように工夫しています。21時49分、車内の気温27.7 度、湿度 77%、結構暑いのでエアコンをつけます。クーラーがついてくれてめちゃくちゃ冷たい空気が出るようになりました。現在のバッテリー残量は 98% になっています。この冷蔵庫と LED ライト、そしてクーラーを動かしているので、バッテリーの消費量は 725W を消費しています。今日は DIY をやり直して、テーブルクロスのこの間仕切りからアルミシートの断熱に変えて、外側も排気口と吸気口を分ける仕切りを作りました。この仕組みに変えて朝までどのぐらいバッテリーが減るかも検証します。前回この部分をテーブルクロスで仕切った時はバッテリー残量が 36% まで減っちゃったので、今回どれぐらいまで持つのか検証します。床を片付けて床下からシンクセットを取り出します。
はい、それで以前夏の車中泊をやった際にこの排水の匂いがもう2日ぐらいで漂ってきてしまうというふうにお伝えしたと思うんですけど、その排水の匂いを解決する方法を視聴者さんにコメント欄で教えてもらいました。それはこういったキッチン用のこのブリーチですとかハイターみたいなものをこの中に入れておくと匂いが軽減されるということだったんで、これを入れておきます。ちょっとでいいそうなんで、とりあえずこのぐらいでちょっと試してみます。今日は車内で料理もする予定なので調理器具もセッティングします。食器類も天井収納から取り出します。食器を使う前にはアルコールのウェットティッシュで食器をすべて拭いておきます。あやらかした。落としたミニトマトはシンクセットできれいに洗っておきます。ミニ電気ケトルでお湯を沸かします。今日は神戸開花亭というところのビーフカレーと有機オートミールでオートミールカレーを作ります。私がいつも食べているのはこのロールドオーツと呼ばれるオートミールで、オート麦の一番外側の皮を取り除いたオート麦を蒸して平らにプレスしたものです。このロールドオーツは粒がカットされずに残っているので、お湯でふやかすと米のような食感になってとても気に入っています。でこの有機オートミールなんですけど、すごく調理が簡単で、私はダイエットのために始めたっていうのはあるんですけども、車中泊にも結構向いてる食材なんじゃないかなと思うのでお見せしたいと思います。オートミールのこの粒の表面がご飯粒を潰した感じのような形状になっています。これにお湯を注いでもう待つだけで若干もちもちしたような食感になって、ご飯に近い感じの食感になります。で食感としては白米の方がもちろん美味しいんですけれども、白米は無洗米であっても炊き上がるまでにかなり時間かかると思うんですけども、これはお湯を注いで2分後にはもう食べれるようになるんで、車中泊での調理が手軽になります。 IH クッキングヒーターでカレーを湯煎します。調理をする前にエアコンの電源を切ります。車内の気温は 23.4 度、湿度 86% ですね。オートミール用のお湯も電気ケトルで沸かします。こんな感じでオートミールにお湯をひたひた入れれば OK です。これで2分ほどふやけるのを待ちます。さすがに車内で調理してるので暑くなってきたのでエアコンをつけます。ちょっと雨がやばいぐらい降ってるんですけど、できたのでいただきます。一応オートミールのこんな感じになってます。カレーとかだったら白ご飯とそれほど変わらないような気がしています。おいしい。ちょっと雨の音がすごくて落ち着いて食事ができないような気も しなくもないんですけど、カレーすごく美味しいです。この神戸開花亭っていうところのカレーはスパイスがふわっと口の中に広がって美味しいです。なんか本格的なカレーって感じの味です。ちょうどいい辛さで、ちょっと高級な洋食屋さんで食べてるようなカレーの味ですね。レトルトですけどすごく美味しいです。ノンアルのスパークリングワインを買ってきてたのすっかり忘れてました。ちょっとシャインマスカットみたいな感じのフルーティーなノンアルのスパークリングワインですね。ごちそうさまでした。車外に出てバックドアをチェックしてみました。食事中かなり強い雨が降っていましたが、ドア内部はほぼ濡れていません。エアコン側もチェックしますが、こちらもほぼ濡れていません。これなら朝までクーラーを動かし続けても全く問題ないと思います。念のためバックドアも開けてみましたが、滝のような大雨が降ったのに想像以上に濡れてなかったのでちょっと驚きでした。車内側に戻って雨漏りチェックをしましたが、
こちらももちろん一滴も水が入ってきていませんでした。こういったやり方であれば天候を選ばず安心してクーラーを使うことができます。クーラー稼働中のアルミマットの温度も計測します。排熱が出ている左側の方は約29度程度。これは以前施工したテーブルクロスの時が40度以上の温度になっていたので、断熱も10度以上効果があります。このアルミマットでの施工、前回の動画で詳しくお見せしていますので、気になった方はご参考いただければと思います。新宿はめちゃめちゃ雨が降ってます。今日は朝ごはんに豆乳グルトというちょっと変わったヨーグルトのようなものを見つけたので買ってみました。これ植物由来の乳酸菌って書いてあって、豆乳 100% の製品なんで体にはめちゃくちゃ良さそうです。ちょっと普通のヨーグルトより色が豆乳っぽいというか茶色みがかってますね。硬さは普通のヨーグルトぐらいの硬さですね。いただきます。すごい豆乳が濃厚。普通の豆乳より大豆の味をすごく口の中にふわーっと感じますね。美味しい。素焼きのミックスナッツも振りかけて味変して食べます。大豆の風味がすごく口の中で後からふわーって広がってくるんで美味しいです。お酒を飲まなくなって炭酸水をたくさん飲むようになりました。シュワッとする感じが満足感を得られて結構気に入ってます。この排水の匂いが気になる問題なんですけど、この視聴者さんに教えてもらったこの次亜塩素酸の殺菌できるこのブリーチ剤とか漂白剤みたいなものをここに入れただけで、ここから嫌な匂いが全くしなくなりました。匂いとしてはプールのカルキの匂いみたいな感じですね。全く嫌な匂いしないです。多分この中で殺菌がされてると思うんで、こういうのを使うと結構衛生的だと思います。教えていただいてありがとうございました。8時43分、気温 20.9 度、湿度 67% です。今回もこのウィンドクーラーのおかげで快適に車の中で過ごすことができました。今ちょうどコンプレッサーが止まってすごく弱い風がここから出てきているんですけども、現在の消費ワット数は9ワットですね。それでバッテリーの残量が 63% までしか減らなかったですね。前回の横浜の車中泊の時はほぼ同じぐらいのこのクーラーの稼働時間だったにもかかわらず、このバッテリー残量が 36% まで減りましたので、その差が 26% も省エネできたことになります。このアルミシートと、あとはこの裏に作った排気のシステムかなり効いてますね。外の排気をそのまま吸気の部分で吸わなくなったので、それが一番この消費電力に比例してると思うんですけれども、このやり方だったらクーラーの取り外しが簡単ですし、施工も40分ぐらいで済んで簡単なので、個人的には結構皆さんにお勧めできるやり方なんじゃないかなと思いました。それでかなりの大雨が昨夜降ったんですけれども、こんな感じで雨で濡れることは一切なかったですので、雨にも濡れないという意味ではこのやり方めちゃくちゃいいと思います。うわっ。
雨がやばい。バックドアの部分をチェックしてるんですけど、この辺がちょっと濡れちゃってはいるんですけれども、昨日台風でかなり横殴りの雨がすごかったんで、雨で濡れちゃってますけど、それ以外の部分はほとんど濡れてないですね。ここのマスキングテープで留めた部分も特に浸水することもなかったので、このやり方いいですね。この上の部分からも車内に浸水することはなかったので、かなり強い雨でも耐えられると思います。いい感じですね。この車中泊中にもう一点改善したい点に気づいたので、一度ガレージに戻ります。ガレージに戻ってきました。で、この辺りをちょっと詳細にチェックしてみると、この横の部分からはこの黒いゴムのモールがあるので、雨が降り込むことは一切ありませんでした。またこのアルミシートをこんな感じで長く施工しているので、この部分に雨が当たっても結局この黒いゴムのモールで水が弾かれてしまうので、こちら側に水が侵入してくることもなくて、車の中に一切水は入りませんでした。で、この部分なんですけど、若干雨にいっぱいさらされたので、少しマスキングテープが剥がれ気味にはなっているんですけれども、この辺りは全くマスキングテープも剥がれることもなく、ここも大丈夫でしたね。で、この横の部分もマスキングテープ別に剥がれてもないですし、ここの横の部分から水が入ることもありませんでした。で、ちょっとご覧いただくと分かるんですけど、ほんの少しこの辺りに濡れた跡があって、そういう理由で少しこの部分が剥がれちゃってますけども、これもこのデスクパーテーションは表面のみ紙の素材で貼られているので、このデスクパーテーション自体は水には若干弱いです。なんですけれども、あれだけの大雨にさらされて崩壊することもなく使えていたので、ちょっとこの水で濡れたのでこの紙が破れて剥がれつつあるんですけども、補強すればまた問題なく使えるんで、この施工で気になる方は OPP テープ等で貼っていただくのもいいかと思います。はい、ではウィンドクーラーを仕込んだ部分なんですけれども、取り付け取り外しをして使いたい方もいらっしゃると思うので、このアルミマットを取り付けた状態から外すまでにどのぐらいの時間がかかるかっていうのをストップウォッチで測ってみます。2分50秒でこの部分を全部ばらすことができました。こんな感じであれば3分かからずにこの部分をばらせますので、かなり手軽にこの窓用クーラーを取り付けできます。で、この使用したセリアのアルミシート自体もそこそこ頑丈で、こんな感じで破れることもなく何度でも再利用可能なので、そういった意味ではかなり手軽に使える方法なんじゃないかなと思います。またこの窓用クーラーなんですけれども、私は前回前々回とこの位置に窓用クーラーを置いて使用してきたんですけれども、排熱効率を考えると、これも視聴者の方から教えてもらった方法なんですけれども、この部分が排熱口になっているので、なるべくこの排熱をこちらのバックドアの排気できる部分のすぐ近くから出した方が冷房効率が上がるようです。で、この仕切りパネルの使い方も、私はこんな感じで排気をこちらから出すようにしていたんですけれども、この部分もこの吸気の部分を塞がなくてもいいようなので、この排気のところからこんな感じで排気を閉じて、こちらは開放してこちら側を外に出すだけで排気効率がかなり上がるようなので、もし今後窓用クーラーをこれから取り付けようとされる方は、こちらの排気口をなるべく運転席側に設置して、排気口の部分だけこのように囲ってあげて、こちらに排気が流れるようにしてあげれば、それだけで冷房効率も上がるようなので、こんな感じでセッティングしていただくと使いやすいと思います。はい、それで今回の車中泊でもう一点気になる点に気づいてしまいました。それはサブバッテリーへの充電問題で、実はサブバッテリーへの充電はこのレノジーの 50A の走行充電器を使っているんですが、これは走行充電だけでなく、この屋根の上に積んだソーラーパネルからも充電できるようになっていて、このように車からの充電とソーラーからの充電、自動で切り替わるシステムになっています。これが実は充電効率を妨げる一因になっていて、このレノジーの走行充電器はソーラーパネルからの充電と走行充電の合計のアンペア数が50アンペアになっていて、それぞれ
両方同時で使ってしまうと 25A ずつの最大充電量になってしまいます。これが充電効率を下げる大きな要因になっていて、このレノジーの走行充電器はソーラーパネルからの電力が 1W でも充電されていると、車の発電機からの充電が 25A まで落ちてしまいます。これを防ぐためにはソーラーパネルからの充電を手動で切ることで、車の発電機からの電力を最大 50A まで伸ばせると分かったので、ソーラーパネルからの電力供給を切る仕組みを作ることにしました。これにはソーラーパネルからの充電の電力を供給をカットしなければいけないんですが、その供給をストップするのに使うのがこのネガマイナスと書いてあるソーラーパネルのこのマイナスケーブルの部分に電源を切るスイッチを入れて、ここの電源をカットすることによってソーラーパネルからの充電がなくなるので、走行充電で 50A 丸々サブバッテリーに充電することができるようになります。なのでこのマイナス極にロッカスイッチという電力の供給をカットするスイッチをこのマイナス極に仕込んで、ちょうど運転席の下のこの辺りでスイッチをカットすることによってソーラーパネルからの電源の供給をオフにする仕組みをこの部分に仕込みたいと思います。で、こういった配線を外す前に、まず安全のためにこのバトラーのサブバッテリーの電源スイッチが入ってますので、これを切っておきます。このバトラーのサブバッテリーはこの部分にスイッチがあって簡単に電源を切れるので、こういった点も私はこのバッテリーを気に入っています。はい、で電源を切って少し時間が経つとこんな感じで LED ライトが消えますので、この状態になったら作業を開始します。次にまずこのプラス極の部分が危ないので、この部分にマスキングテープで養生をして、万一このプラス極にマイナスケーブルが触ってしまっても大丈夫なようにマスキングテープで絶縁をしておきます。絶縁を終えたら 13mm のレンチでこのマイナスの部分を取り外していきます。で、念のため取り外したマイナスケーブルもすべてマスキングテープで留めておきます。こういった部分をきちんと絶縁しておくとショートの危険性がなくなるので安心です。で、取り外したこの部分にキルスイッチを取り付けて、再度この丸型端子を仕込む形になります。なので一旦この部分を電光ペンチでカットしておきます。マイナス端子の部分にスイッチを入れるんですが、そのスイッチに使うのが Amazon で購入したこのエーモン製のロッカスイッチ。これは 12V 車で 20A 以下で使える形になります。で、私のソーラーパネルは最大でも 180W しか発電しないので、これは 12V×20A で 240W 以下で使えるので、このロッカスイッチでも全く問題なく使えます。そしてこれをこの部分とこの部分にケーブルを仕込んでいかなければなりません。で、この部分にハンダ付け等で留めてもいいんですけれども、簡単に取り付け取り外しができるシステムにした方がいいと思うので、これを同じくAmazon で購入したエーモン製の平型端子250型を使います。これは全てメス型で30個入りというかなり大量に入ってるんですが、このうちの2つだけを使います。こんな感じの形状になっているんですが、これをケーブルをここの部分に接続して、こんな感じではめてしまえば綺麗に接続できる感じになっています。この部分にケーブルさえ圧着できていれば、このようにワンタッチで取り付け取り外しができるようになっているので、これはこれですごく便利ですね。このロッカスイッチを取り付けるケーブルは同じく Amazon で購入した 3.5 スケアのケーブルを使います。これはプラスとマイナスの赤黒のセットで、価格は1000円で購入したんですが、今回はマイナスケーブルに施工していくので黒いケーブルを使用します。で、この 3.5 スケアのケーブルの許容電流なんですが、3.5 スケアで 47A まで許容電流があるので、 12.8V×47A で 601W までこの 3.5 スケアのケーブルに電流を流すことができます。私の取り付けているソーラーパネルは 180W までしか発電できないので、余裕でこのケーブルを使うことができます。で、このケーブルの先端に250型の
メスの平型端子を仕込んでいきます。ダイソーの電光ペンチでこの部分の被膜を剥いていきます。はい。で、ここまでケーブルの被膜を剥いたら、この絶縁スリーブをかませていきたいんですけれども、実はこの絶縁スリーブ、この端っこのキャップが狭すぎてここまでしか入りません。なので、この一番狭くなっている部分をカットします。はい。ちょっと無理やり感はあるんですけど、こんな感じでやれば、この部分にギリギリ通すことができるので、これでこの平型端子のメスをセットします。はい。平型の端子を入れようとしてるんですけども、この黒いケーブルのところはこんな感じで入るんですけど、横から見ていただくと、こんな感じで、この部分がちょっと狭くて入りきらないので、ここは少しこの電光ペンチで幅を広げます。この電光ペンチの先を使って、ここを掴んで横に広げてあげるだけで、こんな感じになってくれるので、これでケーブルを入れます。セッティングできたら、ここでかしめていきます。この端っこの方は黒い端子をこの部分でかしめて、で、この金属線の部分は細くなってるこの上の方でかしめる感じになります。で、かしめ方なんですけど、電光ペンチの 2.5 というところを、この山を利用してかしめていきます。この 2.5 と書いてある部分に、この上の部分のこの平型端子をこんな感じで入れて、ギューッと圧着してあげれば OK です。はい。これだけでもこの端子が取れないぐらいがっちり固定できてるんですけども、ここに黒い樹脂の部分にこの平型端子のこの金具をかしめていきます。で、これは先ほどと一緒で、今度は 5.5 と書いてある部分にこんな感じで山を合わせて、はい、で、ここまでいったら一応取り付け的には、今ちょっと仮で取り付けてみますけど、こんな感じで取り付けて、この絶縁キャップをスライドして上に上げてあげれば、バッチリショート対策ができる感じになります。で、これかなり硬いので、落ちてくることもないので、すごくしっかりした作りで、価格も安い割に使いやすいというふうに感じます。はい、こんな感じでかしめ終わったので、反対側のこのケーブルにこの丸型端子を仕込んでいきます。この丸型端子を仕込む前に、この絶縁キャップを一旦かぶせておいて、これでこの部分の被膜を先ほどと同様剥いていきます。で、この端子の中にケーブルを仕込んで、これでかしめていきます。はい、どうにかかしめれたんですけども、かしめが若干甘いので、この先っぽを使ってもう少しがっちりかしめておきます。こういった部分が外れてしまうとショートの危険性があるので、きっちり外れないようにかしめておきます。引っ張っても全然外れないぐらいにがっちり固めることができました。で、これで絶縁キャップを上からかぶせてあげれば完成です。反対側はこんな感じになっています。で、このロッカスイッチの取り付け説明書を見ると、上が電源、下が伝送品になってますので、電源はソーラーパネルから来るケーブルを挿そう。で、こちらの伝送品という風になってるのが走行充電器側になるので、もう間違いがないように先に走行充電器側を接続しておきます。で、絶縁キャップもこんな感じでかぶせておきます。こんな感じですね。で、最後にソーラーパネル側のケーブルにこの平型端子メスを再度仕込んで接続します。はい、それではソーラーパネルのマイナスケーブルにも平型端子を仕込んでいきます。このマイナスケーブル、このように被膜の部分がかなり分厚くて、この電光ペンチでは被膜を剥くことができないので、カッターナイフであらかじめ傷をつけてから被膜を剥いていきます。こんな感じで少しずつ中のケーブルを傷つけないようにカッターナイフで被膜の部分に傷をつけたら、最後に電光ペンチでこんな感じで引き抜いてあげれば被膜を剥がすことができます。被膜を剥き終えたら、金属のケーブルの部分を手でねじって、でこのメス型の端子を仕込む前にこの絶縁のキャップを入れたいんですが、もうこの金具のケーブルのところすら入りません。で、おそらくここの部分も入るの厳しいんじゃないかなと思うので、この辺りでカットしてしまって強引に入れようと思います。一旦カットします。ちょっと強引なんですけど、こ
この部分に入れてしまいます。入れてしまいました。それでここまで来たらこんな感じでかしめていこうと思うんですが、この黒いケーブルの部分が少し厚すぎてこの一番外側でかしめられなそうなので、少しだけカッターナイフで削って、こんな感じでちょっといびつではあるんですけれども、これでこの部分でかしめることができます。こんな感じでギューッと握ってあげて、山の部分でケーブルを包み込むような感じでかしめてあげます。これでもう引っ張っても抜けないぐらいになったんですけれども、この下の部分もちょっとこうペンチでこのように潰してあげて、山の部分でかしめていきます。こんな感じですね。これでギューッと潰してあげれば、はい、かしめることができました。ちょっと形が汚いんですけれども、これはこれでよしとします。でこの絶縁キャップを上に上げてあげれば、はい、これで使える状態になりました。でここまで来たらロッカースイッチにあらかじめ作っていたものとドッキングをさせて、でこれでこの部分も電極がむき出しになっていますし、またこの絶縁キャップが使用中に外れるという可能性もあるので、この部分はマスキングテープで固定して絶縁をしておきます。ちょっと見栄え的には今一つなんですけども、絶縁をしておきます。これで OK です。でおそらくこのスイッチはこの辺りにあると、運転している時にソーラーパネルの電源をこの部分でスイッチオフにしてあげてカットすることができますので、この辺りに置くような想定で、このマイナスケーブルをこのレノジーの走行充電器に取り付けます。でマイナス極をこんな感じでまとめたら、この部分に再度留めていきます。はい、こんな感じできっちり締め上げておきました。で先日の動画でもお伝えしたんですが、こういった端子の部分が緩んでいると発熱発火の原因になるので、こういった走行充電器の端子を締め上げる際はきっちり締め上げるようにしてください。大事なことなんで、先日からしつこいぐらいに何度もお伝えしていますが、この部分の緩みが発熱発火をし火災の原因になることがゼロではないので、そういった可能性を潰していただきたくて何度もお伝えしています。こういう端子の緩みがないようにきっちり締め上げるようにしてください。端子がきっちり固定できていることが分かったら、最後に養生していたこのマスキングテープを剥がして、せっかくなのでこういったプラスの端子の部分も緩みがないかチェックしておきます。車の中は常に振動で揺らされる状態になるので、こういったボルトやナットの緩みが生じてしまう可能性があります。この緩みによって発熱発火の事故を防ぐためにも、定期点検をしてこういうボルトやナットが緩みがないかチェックして、発熱発火の事故を起こさないように気をつけていただければと思います。この施工をされる方はボルトやナットの緩みには特に注意してください。最後にショートの危険を防ぐために、走行充電器の蓋をドライバーで止めれば OK です。走行充電器の充電効率が上がったか、実際に車を動かして検証します。はい、それでこの床下に仕込んでいるソーラーパネルの電源を切るスイッチをこの部分に取り付けることにしました。で今ソーラー充電がされている状態になっています。今ちょっとあえてアイドリングをしている状態なんですけれども、アイドリングをしている状態でのソーラーパネルからの充電が 4.8 アンペアになっています。今空模様的にはこんな感じの曇ったり晴れたりの天気で、車のバッテリーからの充電出力が 20.77 アンペアになっています。サブバッテリーへの合計充電電量が360ワットになっています。今これがなぜ問題になっているかというと、ソーラー発電からの PV 充電電流が 4.77 アンペアあることに対して、メインバッテリーからの充電電量が 20.85 アンペアまでしか出ていません。で私の持っているこの走行充電器は本来50アンペアまで発電できる能力があるので、本来であればトータルで50アンペアいくように充電できているはずなんですが、このソーラーパネルからの充電があるとメインバッテリーからの充電の出力が25アンペア以下に制限されてしまいます。で
この取り付けたスイッチを今電源オンになっているものを電源オフにしてみることによってソーラー充電からの充電が 0A になりました。そうするとこのメインバッテリーからの出力の電流が今アイドリングをしている段階で 32.29A まで上がりましたので、先ほどより 12A 充電電流が増えるようになりました。なので合計の充電量も 423W とアイドリングをしているだけなのに先ほどより充電の電力が上がっています。これは運転をするとかなり充電電力が上がりますので、運転中なのでカメラを向けることはできないんですけれども、この録画機能を使って運転してみます。まずはこのソーラーパネルからの充電をオフにしてみます。ソーラーパネルから電力供給がある場合は 328W の充電をされていましたが、ソーラーパネルからの電力供給がなくなると充電電力が 518W まで爆上がりしました。ではソーラー充電も同時で行うようにしてみます。今スイッチを入れてソーラー充電と走行充電ダブルで働かせました。 243W まで減りましたので 200W 近く減っているようになっています。全然違いますね。充電のワット数としてはかなり下がった印象があります。基本的に走行充電をする際はソーラー充電は切っておいた方が充電効率が上がるということがよく分かりました。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。